こかな、鳥ちゃん。はい、中国ですね、できたんですけど、撮影に行きます。でですね、まあ川で実際水遊びって言いますかね、小川って言いますか、子供が遊ぶ、川の公園って言いますかね、川がある公園って言いますか、安全な公園ですね。そこで、ちょっと、どんな感じで浮かぶのかですね、試してみたいんですけど、これね、100円の商品ですね、ちょっと試しに使ってみたいと思います。これはダイソーのですね、スマートフォン防水ケースですね。こういうのがあるんですね。写真動画撮影ができるって書いてありますね。防水ケースで写真動画撮影できるっていうことは、水の中でも撮影ができるってことなんですかね。ちょっとですね、まあ実際どんな感じでこのズコックはですね、泳いでくれるのかですね、水に浮かんでくれるのかですね、それはちょっと、こちらの方ですね、まあ、このズコックの検証とこちらの100円ショップスマートフォン防水ケースですねの方も合わせて検証します。ちょっと開けてみますね、早速。特に説明も何も書いてないですね。ちょっとありますね。ケースに入れて収納します。付属のストラップで持ち運びに便利。ケース大きさ縦 160mm 幅 95mm 対応。これちょっと書いてありますね。使用上の注意。使用前に必ず防水性能を確認してください。機種によってスマートフォンにカバーを装着したままでは入らない場合があります。その場合はカバーを外して使用してください。本編を使用した状態で遊泳しないでください。水中で使用しないことしてくださいって書いてますね。水中で使用しちゃいけないんですね。水中で使用しちゃいけない防水ケース。じゃあダメですね。使用しちゃいけないのに使用したらだ。水中で撮影できるってことじゃないんですね。はい。これは水に入れちゃダメなんですね。水中で使ってはいけないっていうことらしいです。開封します。水中で使っちゃいけないんだったら意味がないですよね。買った意味がない。水中で使えるかなと思って買ったんですけど、水中で使えない。であれば、使用の意味がないですよね。使用できないです。開け方がわかんないですね。どうやって開けるんだろう。こうか。今入ってます。カメラ今スマホで撮影してるから使えないですね。ちょっと電源が入らないです。
川遊びですね。この、何でしたっけ、防水ですね。防水スマホケースを使って、水中撮影をしてきました。でですね、もうしたんですね。まあ順番としてですね、ちょっと逆にちょっとまず検証からやった方が良かったんですけどね、このスマホケースの検証をやってから撮影した方が一番望ましかったのかなと思うんですけど、もう撮っちゃったんでですね、先にこれでですね、このスマホケースですね、このスマホケースですね、買ってで45回ですね使いましたね。だから水中撮影ですね、水中撮影で使いました。川です。主に川とか池でですね。うん。なんですね。で、4、5回使ったんでですね、今の状況ですね、状態が4、5回使った状態で、さらにもう一度入水テスト、これをこの、防水ケースにスマホをですね入れてですね、実際に撮影できるのかどうかですね、水の中に入れてどうなるのかを検証したいと思います。はい、水槽のテストですね、やりました。今だからこれ水から出したところなんですね。まだ濡れてます。はい、で注意書きにもあったんですけど、この、防水スマートケースがですね、開ける時にまだこの、入り口ですね、蓋のところに水が残ってるんですね。で、これを十分にこの水分をですね十分に取ってから開けてくださいみたいなですね、そういう説明書きがありました。ですね。今これまだ開けてないんですけど、こうやって外から見た状態だとですね、水は入ってないですね。水が侵入してる感じではないですね。大丈夫そうです。で、開けてまだこの蓋のとこがですね、蓋と言いますかね、この開け口のところに若干水が残ってるんでですね、そこを注意してくださいっていうような説明書きがしてあります。ここはまだここは濡れてますね。はい、
大丈夫ですね。問題ないです。まあ水の漏れもありませんし、出す時もちゃんと、水分を拭いてですね、水分を拭き取って出せば問題はないですね。これはだから新品ではないですよ。もうすでに、何回も使ったものですからね。まあ、買って開封して夏に使ってましたからね、半年ぐらいは経ちますかね。まあそんなにちょくちょく使ってるものではないんですが、そうですね。問題はなさそうですね。まだ使えそうです。ですね。まあこれはもう実験に使ったスマホはもう使ってない日頃使ってないスマホですよ。やっぱちょっと怖いって言いますかね。実験台にするにはまあ実験台にしていいですね。壊れてもいいスマホを使いました。撮影できてますね、ちゃんと。問題なさそうですよね。はい。撮影は問題、撮影は問題ないと言いますかね。水の中でですね、これ防水ケースですね。防水ケースに入れて、で、撮影するときにですね、タッチパネルなんでですね、この、なんですか、指の、なんですか、この操作がですね、指の操作がですね、おかしくなっちゃうんですね。おかしくなるっていうますね。水に入れるとですね、もう勝手にいろんなボタンが押されます。ちょっとそれは予測できないんですね。だからちょっとスマートフォン、カメラ機能にもよりますかね。だからもうこれ勝手にズームになったりとかですね、こうしたりしてたんですね。撮影ボタンが勝手に押されたりとかですね、停止ボタンが押されてたりとかですね、そういうことがあります。はい。うん。問題ないです。問題ないんですけどね。ただやはりこの、水中では使わないでくださいって説明欄にですねあるんでですね、もう水中で使うものではないんで、もし仮に壊れたらですね、やはりもうそれはもう自己責任ですよ。壊れた場合ですね。もうだからもうそれはもしこういうことをやるんであれば壊れても文句を言わないようにですね、メーカーさんとか、そうですね、はい、私の方にもそれはこれこうやって実験やってます。実験やってなんとか撮影できてるんですけどね、やるんであれば自己責任で、お願いします。はい、ですね。そうですね。やはりこういうの水漏れっていうのは何かしら遊んで使ってるとですね破れたりするんでしょうね。それあとここの入り口ですよね。ここの、ですね。あたたたこの入り口はですね結構簡単にできてるんですね。で水に入れて水から
出してですね、それからこれスマホケースにですね、この防水ケースにスマートフォンを出したり入れたりするとですね、ちょうどここに水が溜まってるんでですね、それで故障する恐れはあるかと思いますね。ですね。ここの作りもですね、テコの原理できっちり蓋ができるようにはなってるんですけど、このちょうど間にですね、何か挟まったらですね、小さいゴミとかがですね、そこから水が入ってくる恐れもありますよね。ですね。その辺はやはり注意しなきゃいけないのかなっていうのはあるかなと思います。でも基本水の中で遊ぶものじゃないんでですね、何ですか、お風呂に入りながら、こうスマートフォンでですね、ゲームしたりとか動画見たりとかですね、そういう時にですね、水の中に入れないように置いておくっていうんであれば、そういう使い方は問題ないかとは思いますよね。はい。ですね。また私はだからまた使いますかね。わかんないですよ。また水中撮影するときに水中撮影の機材とかってわかんないですけどね。だから水遊び用のシャーズゴックとガンダムの動画とかは全てこれで撮ったんでですね。でですね。っていうことです。だからもしそれで撮影してですね、スマートフォンが壊れたらもう自己責任ですね。説明欄にそう書いてあるんでですね、水中では使わないでくださいっていうですね。そうですね。だからもしも水中で使うっていうんであればですね、何かしらもう壊れてもいいようなスマートフォンを使うとかですね、そういうことをされた方がいいかと思います。はい。はい、以上ゆりパパのですね100円ショップの、防水、スマートフォンケースですね。いいですよ。いい、そうですね。ちゃんと説明欄の通り使えばですね、そんな問題ないと思いますね。水中で使ったりせずにですね、ちゃんと水につけた後ですね、開ける時にこの入り口をちゃんとしっかり拭いたりとかですねしてた。それからスマートフォンを出すとかですね、やれば、しっかり使えるもんだと思います。はい。星4ですね。評価星4です。はい。これですね。だから、これはだから、夏に買ったんですけど、似たようなものがですね、100円ショップに置いてあるんですね。これはどこで買ったかな。これはダイソーで買いました。これもダイソーですかね。ちょっとわからないんですけどね。同じようなものですよね。若干こっちの方が作りがしっかりしています。ですね。はい。はい。以上です。ゆるパパの100円ショップのですね、防水スマートフォンケースの検証レビューでした。はい。以上ご視聴ありがとうございました。